今回は、日本で絶対知っておかなければならない常識について紹介します。私が初めて日本に来たとき、挨拶でハグをしようとして、その場の空気が一変したことがあります。こんな経験から、日本のルールや特徴を理解することの重要性を実感しました。特に、日本に旅行や仕事で来る予定のある外国人の皆さんにとって知っておくべきことや、他の国ではあまり見られない日本独特の文化の違いを中心に話していきます。まずはじめに、日本の挨拶の常識についてお話ししていきます。日本に来る外国人にとって一番驚くかもしれないのが、挨拶の際のボディタッチの避け方です。私が初めて日本で友人にハグをしようとしたとき、その友人は、明らかに戸惑っていたのが目に見えてわかりました。日本では、ハグや握手などの肉体的な接触を挨拶として使うことは少ないというのです。特に、初対面やあまり親しくない間柄では、距離を保つことが一般的です。これは、個人の空間を尊重する日本の文化の一部と言えます。だからこそ、訪日する際は手を振るか、軽く会釈する程度で、十分だと覚えておくと良いでしょう。また、日本の挨拶は状況によって様々な形があります。例えば、ビジネスシーンではかなり深いお辞儀が求められることがあります。私自身、初めて日本の企業で会議に出席したとき、みんなが入室時と退室時に深くお辞儀をするのを見て、どれだけ丁寧な挨拶が重要視されているかを痛感しました。また、日常的な挨拶では、軽い会釈が多用されることが一般的です。日本の挨拶文化は、その繊細さと形式でよく知られていますが、私の国では、友人や同僚とは、ハグや握手、時には軽い肩を叩くジェスチャーで、挨拶を交わすのが一般的です。日本での最初の数週間は、特に社会的な場面での挨拶の違いに戸惑いました。例えば、ある会議でのこと。私は入室してすぐに出席者に向かって手を振り、大きな声で挨拶をしました。これは私の国では非常に普通の行動ですが、部屋の空気が一変し、周囲の人々は明らかに驚いていました。近くにいた人から、ここでは静かに挨拶するのが一般的ですよ、と優しく注意されました。その時初めて、日本では静かで、控えめな挨拶が好まれることを痛感しました。私がいろんなシーンでのお辞儀の深さに戸惑った経験は、日本の文化になれる大きな一歩となりました。異なる場面での正しい挨拶の仕方を学ぶことは、日本でのスムーズなコミュニケーションに欠かせない知識です。挨拶一つをとっても、その深さや形がシチュエーションによってかなり変わるため、これをマスターすると、あなたの日本での生活を豊かにするでしょう。次にお話しするのが、日本での会話のエチケットについてです。日本でのコミュニケーションは、時々細かいニュアンスに左右されます。特に褒め言葉を使う場合、
文化的な背景が大きく影響します。私が初めて日本で同僚の仕事を褒めたとき、その言葉が誤解され、不快な空気が流れました。これは、私がとても効率的で素晴らしい仕事ぶりですね、と言ったことが原因でした。日本では、直接的な褒め言葉も、場合によってはプレッシャーと感じられることがあるため、相手がどのように感じるかを常に考慮する必要があります。私の言葉が他の同僚との比較と捉えられ、義務感を強めてしまう可能性があります。それに、これが他の人への不公平感を生じさせることがあるため、日本の職場では一般的に控えめな褒め言葉が好まれるのです。また、会話の中での簡単な言い回しも気をつけないと大きな誤解を生じさせることがあります。私がある日、同僚の新しい服を、その服、似合っていますね、と褒めた際、これがセクハラと捉えられてしまいました。この経験から、特に職場では、個人的な特徴に対するコメントは、慎重に扱う必要があると学びました。特に、初対面やあまり親しくない人の服装や外見を褒める言葉は、誤解を招きやすいことがあります。日本では、無意識のうちにそういった言葉が、相手を不快にさせる可能性があるため、褒め言葉を交わす際には、その文脈や相手との関係を考慮することが重要です。個人の外見に関するコメントは避け、より一般的な話題に留めることが望ましいと感じました。また、私が参加したプロジェクトチームでのことです。プロジェクトの進行役として、初日にチームメンバー全員を個別に褒めることでポジティブなスタートを切ろうと試みたのです。具体的には、一人一人の過去の業績やスキルを褒めたたえたのですが、このアプローチが思わぬ反応を引き起こしました。私のコメントが不自然と受け取られ、かえって疑念を持たれるという結果となりました。彼らにとって、まだ信頼関係が築かれていない段階での個人的な褒め言葉は、誤解を招くことがよくあるみたいです。この経験から、日本では人間関係が確固たるものとなるまで、時間をかけて徐々に関係を深めていくことの重要性を痛感しました。私の国では、人を褒めることは全く問題視されず、むしろ良いこととされています。プロジェクトでの同僚の成功を認めたり、友人の新しい服を褒めたりすることは、士気を高め、人間関係を強化するポジティブな交流とみなされます。しかし、日本での経験を通じて、文化的な文脈が、そのような交流の受け取り方を大きく変える可能性があることを学びました。日本でも同じようなアプローチをしても、必要な信頼関係や関係の深さがまだ確立されていないため、意図した褒め言葉が時には、計算深くて不誠実と受け取られることがありました。皆さんも、むやみに人を褒めると、あの人計算深い人間だなんて思われたりする可能性があるので、注意しておくといいでしょう。次にお話しするのが、日本での独特な謙遜文化についてです。
日本では自分の成果や能力を直接的に誇ることは控えめにされるのが一般的です。例えば、私が参加した日本の会社でのプロジェクト発表会で、自分の成果を謙遜して紹介した際、同僚からの評価が高まりました。この文化は、過度に自己主張を避け、謙虚さを重んじる日本の社会的価値に基づいています。プロジェクトが成功した後も、まだまだ改善の余地がありますという言葉を添えることで、周囲からの信頼と尊敬を集めることができます。こういった文化の違いは、コミュニケーションスタイルに顕著に現れます。アメリカ人学生との交流で、その差を強く感じたことがあります。そのアメリカ人学生が、自分の画力を、僕は絵が得意だよ、と、自信満々に話したとき、日本人の学生たちは、驚きを隠せませんでした。なんでそんなに自分に自信が持てるの？そんなアピールできるほどの実力じゃなさそうよね。などと、彼の作品を見ずとも、その自信ありげに話したことで、鼻につくといった感じで、嫌そうに話していました。このエピソードから、日本では自己主張よりも控えめで、間接的な表現が好まれること。そして、相手を尊重し、調和を大切にする文化的背景が理解できました。逆に、アメリカでは自己表現の直接性が自信と解釈され、積極的に自らをアピールすることが推奨される場合が多いです。例えばアメリカの同僚たちは、自らの成功事例を詳細に語り、その過程で得たスキルや知識を強調することで、聴衆の関心を引きつけていました。このような環境では、私はこれを成し遂げましたと、自信を持って発言することが奨励され、それが直接的なキャリアアップにつながることも少なくありません。この積極性は、自己の考えを形成し、それを他人に理解してもらう力を育てると同時に、個々の存在感を示す手段としても機能しています。このように、日本と西洋との間には、謙遜と自己表現における基本的な姿勢の違いが存在します。日本での生活や仕事で成功するためには、これらの文化的なニュアンスを理解し、適応することが不可欠です。自分の意見を述べる際も、どのように表現するかが周囲との良好な関係を築く鍵となります。これらの知識は、国際的な場で活動する際にも役立ち、異文化間の橋渡しとしての役割を果たすことができます。次にお話しするのが、日本での仕事や学校でのマナーについてです。日本での学校や職場では、ガムを噛むことが一般的にタブーとされています。この文化的背景を理解するまでには、私自身も苦労しました。私が日本の大学に交換留学で、1年間通っていた時の経験を通して学んだことをお話しします。ある日の授業中に無意識のうちにいつもの癖でガムを噛んでいたところ、教師に注意されるという経験をしました。これは日本では非常に失礼な行為とされ、集中力の欠如や
礼儀知らずとみなされがちです。日本では、公共の場やフォーマルな環境でのガム噛みは、他人への配慮を核行為として捉えられるため、絶対に避けるべきです。日本では、授業や接客業務中の行動に厳しい規範があります。例えば、私がアルバイトをしていたカフェでは、接客中には常に笑顔を保ち、丁寧な言葉遣いを心がけることが求められました。また、お客様からの要望には、迅速に対応することが必須であり、それに違反すると厳しい指摘を受けることがありました。これは、日本のサービス業でのお客様は神様ですという考え方に基づいています。最初は厳しく感じたし、しんどかったですが、この経験を通じて、プロフェッショナリズムとは何か、また顧客サービスの本質について深く学ぶことができました。日本の接客業がどこの国よりも発展していて、どこの国からも良いと評価されているから、学べることも多いはずです。私の国、アメリカでは、接客業もカジュアルな雰囲気が一般的です。例えば、レストランやカフェで働いていたとき、スタッフはフレンドリーで、オープンな態度をとることが奨励されていました。顧客との間に、ある程度の親しみやすさを築くことが重要視されるのです。このように日本の職場や学校では、行動一つ一つが社会的な評価につながるため、文化的な規範を理解し、適切に振る舞うことが求められます。これらの習慣や規範を学ぶことで、日本社会でのスムーズな対人関係が築けるだけでなく、個人としての成長にもつながります。次にお話しするのが、日本でのゴミの分別の重要性と方法についてです。日本のゴミ分別システムは、初めて体験する外国人には、驚きの連続かもしれません。私自身、初めて日本に住んだ時、ゴミの分別方法を間違えてしまい、隣人から指摘を受けた経験があります。引っ越ししたばかりのある日、私は誤ってリサイクルできないプラスチックを資源ゴミの日に出してしまいました。これが原因で、近隣の住人の一人が私のドアを訪れ、親切にも正しいゴミの分け方と出し方について教えてくれました。彼は、まず各ゴミの種類を説明し、それぞれがどの曜日に収集されるか、どのように袋に入れるべきかを具体的に示してくれました。さらに、彼はリサイクル可能な材質とそうでないものの見分け方、洗浄する重要性についても説明してくれました。特にペットボトルや缶は、中身をしっかり洗い流し、ラベルを剥がしてから、分別する必要があることを教えてもらいました。日本では、燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミなど、細かく分ける必要があり、それぞれのゴミの日に合わせて出す必要があります。間違えると、地域のルールを守っていないとみなされ、場合によっては、再教育を受けることもあります。この体験から、正しい分別方法を学ぶことの重要性を実感しました。
アメリカにおけるゴミの分別は地域によって異なるものの、基本的にはリサイクル可能なものとそうでないものに分けられます。一般的にリサイクル可能なゴミはプラスチック、ガラス、金属、紙など。これらは専用のリサイクル瓶に分けて捨てられます。一方で、食品の残骸や使い捨てのプラスチックなどは通常のゴミとして処理されます。一部の地域では、コンポスト、生分解性廃棄物の分別も行われ、食品の残骸や庭の落ち葉などが回収されます。しかし、日本ほど厳密な分別は求められないことが多く、比較的単純な分別システムとなっています。日本でのゴミの指導を受けてから、私は自宅で分別用のゴミ箱を複数用意し、正しい日に正しい方法で、ゴミを出すように心がけるようになりました。この一件は、コミュニティの一員として、地域のルールを尊重し、環境に配慮した。生活を送ることの大切さを実感させてくれました。また、近隣住民との良好な関係を築く第一歩ともなり、その後の生活において大きな助けとなりました。皆さんもゴミ出しするときは、地域の分別方法をしっかりと学んでから、間違えた曜日にゴミを出さないよう気をつけましょう。次にお話しするのが、日本の公共の乗り物でのマナーについてです。日本の公共交通機関内での静かな雰囲気は、多くの外国人にとって新鮮な体験です。私が初めて日本の電車に乗ったとき、車内の静けさに驚きました。日本では、電車内で大声で話すことは他の乗客に対する配慮が欠けているとみなされます。私が日本に来て間もなかったある日、友人と話しているうちに声が大きくなってしまい、周囲から冷たい視線を感じたことがあります。最初は、なんでみんなこちらを嫌そうな顔で見てくるのかが、全然理解できませんでした。でも、私たちの前に立っていた女性の方が、日本の電車内ではボリュームを下げて、会話をするのが、マナーですよ、と優しく教えてくれました。大きな声が周囲にどれだけの不快感を与えるか、そしてそれがどのように文化的なタブーとされているかを体験することで、公共の場での振る舞いについて深く考えるきっかけとなりました。自分の国での公共の乗り物には、そんなマナーがないから、初めて教えてもらったとき、恥ずかしかったし、戸惑ってしまいました。アメリカでは、公共の交通機関内での会話や携帯電話の使用に関して、比較的寛容です。電車やバス内で友人と話すことや、時には電話での会話も珍しくなく、周りの人々もそれを気に留めることは少ないです。このため、日本の電車での厳格なマナーに初めて触れたとき、適応するのに苦労しました。また、日本では、電車内で携帯電話を使う際にはマナーモードへの設定が必須です。これは、車内の静寂を保ち、他人に迷惑をかけないためのものです。私がこのルールを知らずに、
電車内で携帯の着信音を鳴らしてしまったとき、周囲の人々が一斉にこちらを見たことがあります。その後、すぐに着信音も鳴らしたらダメなことに気がつき、携帯をマナーモードに切り替え、以降は外出時は常にマナーモードに設定するように心がけています。この小さな気配りが日本での生活において重要なコミュニケーションの一部となっています。これらの体験は日本の公共交通機関における厳格なマナーがいかにこの車内での快適さを保っているかを教えてくれました。できるだけ静かに過ごすこと、マナーモードの使用は他人への配慮とともに自分自身も他の乗客と同様に快適な旅を楽しむために役立ちます。日本の公共の場ではこれらのルールを守ることが互いに尊重し合う文化の表れでもあります。日本の電車マナーについてさらに詳しく知っておきたい方や、電車での外国人の体験談を聞きたい方は、別の動画をご視聴ください。次にお話しするのが、日本での和食を食べる際のマナーについてです。日本の食文化において、箸使いはただの道具の操作以上の意味を持ちます。箸は日本の伝統と礼儀を象徴し、正しい使い方は敬意とマナーの表現とされています。私が日本に来たばかりの頃、和食レストランでの食事中に箸の使い方で、少し恥ずかしい経験をしました。箸で食べ物を指さす、いわゆる差し箸を無意識のうちにしてしまい、隣のテーブルの方に優しく、しかしはっきりとそのマナー違反を指摘してくださいました。彼は失礼ですが、箸の使い方には気をつけた方がいいですよ。食べ物をお箸を使って指さすのは、日本では良くないとされています、と静かに説明してくれました。その人の指摘の仕方からは、文化的な違いに対する理解が感じられました。この一件で、私は日本の箸使いのマナーの深さと、それを守ることの重要性について強く意識するようになりました。日本における箸の持ち方や使い方、特に箸で行うべきでないこと。例えば、箸を立てて食べ物に突き刺す差し箸や、二人で同時に食べ物を箸で取ろうとする渡し箸などを学びました。これらはすべて不吉な事象を連想させたり、不快感を与えたりするため、避けるべき行動とされています。このように、日本では箸の使い方一つをとっても、深い文化的背景と意味があります。箸使いを通じて、日本の文化に敬意を表し、またそれを正しく学ぶことは、日本社会での礼儀正しい振る舞いとみなされます。私のこの体験は、他の外国人にとっても重要な学びの機会となり得るため、お話ししました。日本での生活を始めたばかりの外国人がこのようなマナーを理解し、実践することで、地元の人々とのコミュニケーションもよりスムーズに、かつ心地よく行えるようになります。和食を食べるときに気をつけないといけないことは他にもあります。
和食のマナーに三角食べという食べ方がありますが、これを知らないと、時にはマナー違反とみなされることもあります。私が初めて日本で和食のコースを体験した時のこと。周りの人は小皿の料理を交互に少しずつ食べていました。私はそれに最初は気づかず、一皿だけを完食してから次の皿に移る食べ方をしてしまっていました。すると、隣に座っていた方が優しく、日本ではいくつかの料理を少しずつ楽しむのが一般的ですよ。と教えてくれました。その時、彼女のアドバイスがとても役立ち、食事の楽しみ方が私の中で広がったのです。日本では食事は味わう芸術とも言われていて、食事の順番や方法にも意味が込められています。例えば、口の中の味をリセットするために、お漬物を食べるタイミングも重要です。これらの小さな習慣が和食の奥深さをより豊かにしています。この体験から私は食事の際には周りを観察し、地元の人のマナーを学ぶようにしています。これが異文化を尊重し、より深くその文化を理解するための一番良い方法だと思います。日本で食事をする際には、これらのマナーを守ることで、料理自体の味もより一層楽しむことができるでしょう。次にお話しするのが、日本での地震と災害への対応についてです。日本は地震国として知られていますが、私が初めて大きな地震を経験した時のことは本当に忘れられません。それまで地震の多い国で生活したことがなかったため、その時の恐怖感は大きかったです。突然の揺れに驚き、何をすべきかわからずにパニックになってしまいましたが、幸いにも日本では日頃からの地震対策がしっかりしていました。私はその初めての地震を東京のとあるマンションで体験しました。すぐにビルの管理人が避難経路を案内してくれ、私たち住民は安全な場所へと誘導されました。混乱することなく、私たちを安全な場所へと迅速に誘導するその様子は、まさに訓練の成果が現れている瞬間でした。日本では学校や職場で定期的に行われる避難訓練が、こうした緊急時に役立つのだと実感しました。この訓練があるおかげで、実際のところ多くの人が冷静に行動できるのだと感じました。日本人の危機管理能力の高さは、国民全体が災害に対してどれだけ意識を持ち、準備をしているかがよく現れています。例えば、避難訓練では、どのようにして安全を確保するかだけでなく、非常食や水の確保の重要性もしっかりと教えられます。これにより、実際の災害発生時にもパニックに陥ることなく、計画的に行動できるのです。まず、防災グッズの基本として、水や非常食、懐中電灯、ラジオ、予備の電池、ファーストエイドキットなどが挙げられます。これらは万が一の事態に備え、すぐに使えるように整理しておく必要があります。また、
防災リュックには、これらの基本的なアイテムの他に、現金や保険証、家族の連絡先リストなど、緊急時に必要な書類も入れておくことが推奨されています。これにより、いざという時に、すぐに安心して避難できるようになります。私自身が地震を経験した時、これらの防災グッズがいかに重要であるかを実感しました。地震発生時、停電になり、懐中電灯が唯一の光源となりました。また、ラジオからは避難所の情報や今後の注意事項が放送されており、情報源として非常に役立ちました。この体験を通して、私は日本の強靭な社会構造と個々の危機対応能力に深い感銘を受けました。他国では見られないこのような集団的な対応力は、日本がなぜ多くの自然災害を乗り越えてこれたかを物語っていました。次にお話しするのが、日本での接客文化についてです。日本での接客業は、その丁寧さで世界的にも有名ですが、クレーム対応に関しても特有の文化があります。外国からの観光客が増える中で、文化の違いから誤解が生じることも少なくありません。日本ではクレームに対して非常に敏感で、顧客の満足を最優先に考える姿勢が根強いです。例えば、私が日本のレストランで食事をした時の経験です。注文した料理に問題があったため、店員さんにそれを伝えました。この時、店員さんはすぐに謝罪をし、新しい料理を用意してくれました。しかも、その際の対応が非常に丁寧で、私の気持ちを軽くするような言葉遣いで誠心誠意接してくれたのが印象的でした。また、先ほども働き方の時にお話ししましたが、日本ではお客様は神様ですという考え方が根強く、それが接客業におけるクレーム対応の基本姿勢となっています。他にも私が実際にクレーム対応で感動したことがあります。ある時、あるレストランで顧客のクレームを処理する店員さんの様子を目の当たりにしました。その場では、顧客が注文した料理の味が期待外れだったという不満を言っていました。スタッフは非常に丁寧に対応し、顧客の不満を具体的に聞き出し、迅速に料理を作り直してお持ちしますと提案しました。この時のスタッフの行動は、ただ単に問題を解決するだけではなく、顧客が完全に満足して納得するまで対応する姿勢を示していました。新しい料理が提供された後、スタッフは顧客が食事を楽しんでいるかどうかを確認し、さらに飲み物をサービスとして提供していました。このように、日本の接客業におけるクレーム対応は、ただ問題を解決するだけでなく、顧客との信頼関係を深め、より良いサービスへとつなげるための一環として非常に重要な役割を担っています。外国人にとっては、これほどまでに徹底された顧客サービスは驚くべき文化の一面であり、日本での生活や
観光での良い記憶になることでしょう。日本でのレストランやサービス業でのチップを渡さない文化は、多くの外国人にとって驚きの一つです。例えば、アメリカではサービスに対してチップを渡すのが一般的ですが、日本ではその習慣が一切ありません。これは、日本のサービス業がおもてなしの心で全てを行い、追加の報酬を期待しない文化が根強いためです。日本に初めて訪れた外国人の中には、食事の後にチップをテーブルに置こうとして、スタッフに戸惑われることがしばしばあります。私も友達と日本へ訪れたとき、高級レストランで食事をした後に感謝の意を示すために、チップを置いたところ、店員が恐縮しながらも丁寧にチップを返してきました。私も友達もこんなにいいサービスをしてもらって値段以上に満足したから受け取って欲しかったのですが、そうはいかず、返されて初めて日本にはチップの制度がないことに驚きました。このエピソードからも、日本の文化の中で、サービスに対しては、料金以外のお金は受け取らないという姿勢が如実に現れています。それともう一つ、日本は未だに現金が主流の国の一つです。クレジットカードや電子マネーも広まりつつありますが、小規模な店や地方では現金が必要不可欠です。このため、日本を訪れる際は、常に十分な現金を携帯することが推奨されます。しかし、大きな紙幣の扱いには特に注意が必要です。日本では1万円札が一般的に流通していますが、これを小さな買い物に使用すると、店側がお釣りを用意できない場合があります。特に地方の小さな商店やバスの運賃箱など、少額の支払いを要求される場面では、千円札や小銭をいくつか用意しておくとスムーズです。過去に私も京都でバスに乗って旅行をしていた時に、運賃をカードで支払えると思っていたので、小銭を用意しておらず、財布には1万円札しかなくて、支払えなかったという体験がありました。バスの運転手さんに拙い日本語で説明したところ、ご厚意で今回はお金を払わなくてもいいと言っていただいたのですが、後ろの乗客にもとても迷惑をかけたし、非常に苦い体験でした。日本のほとんどの観光バスでは、1万円札は使えないので、せめて1000円札は用意して乗るようにしましょう。さらに、日本では偽札が非常に少ないため、お金を受け取る際の確認は厳格ではありませんが、自動販売機や公共の交通機関では、紙幣の状態が悪いと受け付けてもらえないことがあります。ビリビリになったり、極端に古い紙幣は新しいものに交換して使用することが望ましいです。この経験から、特に小さな店や地方の場所、交通機関などでは、少額紙幣や小銭を多めに用意しておくことが大切だと学びました。また、これは日本だけでなく、他の多くの国でも同様の状況が考えられるため、
旅行時は常に少額の現金を携帯することをお勧めします。どうでしたか？学びになったパートはいくつありましたか？このチャンネルでは、外国人が日本を経験して感じたことや学んだことを語っていきます。動画のテーマにしてほしいことがあれば、コメント欄に書き込んでもらえると嬉しいです。これからも外国人が日本で感じた体験談を語っていきますので、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。